皆さんこんにちは、みのりんです。今日はね、じゃじゃん、ピオニーちゃんのメイクをやり直してあげたいと思います。前回初めてだったので、ちょっとまた新しくしてあげたいなと思うのと、いろいろと新しい道具とか買ったので、それらを使ってピオニーちゃんのお顔をちょっと整形してあげたいなと思っています。なんかカスタムする人によってはもう口を開けて歯を作ったりとか、ものすごくカスタムしている方とかいるんですけども、ちょっと今日はそこまでいかずに、ほんのちょっと手探り状態でいろいろとやっていきたいと思います。本当に初めてなので、やりすぎずに可愛くしてあげたいと思います。では早速始めてみましょう。ではこちら激落ちくんを使ってお顔をきれいにしていきたいと思います。簡単に取れます。なんかメイクを落とす方法はたくさんあるんですけども、私はこの激落ちくんを使ってあげるのが一番いいかなと思います。ちょっとお目目を閉じて、唇が落ちない。やっぱアクリル系を使うと落ちにくいですね。はい、こんな感じでお顔をきれいにしました。ところどころね、まだ残ってるんですけども、この上からまたお化粧してあげたいなと思うので、うまく隠れるようにしてあげたいと思います。はい、ではまずこちらダイソーで買ったやつを使ってちょっと整形してあげたいと思います。めっちゃ緊張する。ちょっと怖いので、まずは鉛筆で下書きをしてあげたいと思います。これに沿って削ってあげたいと思います。ここの真ん中のこことここの部分と、この下唇のここの部分を意識しながら削ってあげるといいそうです。ただ本当に100人いたら100人違う削り方をすると思うので、これが正解っていうわけではないと思いますが、まずはこれで試していきたいと思います。大丈夫かな。軽くしていきます。難しい。私はね、下書きがない方がいいかもしれないです。まだ下の塗装も剥げてないほど全然削れてないです。粉がちょっとこうね、取れてきてるの分かるんですけど、このダイソーのやつだとあんまり威力がないので、そこまで変化がないのかもしれないです。そしていろいろと YouTube で動画を見ていると、まずはこういったツールを使って軽く削っていく方が多かったので、まずは私もこれでやってみたいと思います。で、機械じゃない分ね、こう手が取られたりしないので、私もこっちの方が安心です。この先っぽの方を使って唇をちょっと軽く削っていきます。さっき描いたような下書きを意識しながら削っていきました。もうこれが本当に使いやすかったので、もうこの後はずっとこれを使って削ってあげました。だんだん唇の塗装が剥がれてきているのがわかるかと思います。
手結構削れてきたので、ダイソーのやつを使ってちょっと線を滑らかにしていきました。お花が結構とんがっているので、ちょっと丸くするために上を削ってあげましたが、あんまり効果はなかったです。はい、途中経過はこんな感じです。何をしたかというと、鼻の穴を削ってあげて、唇がちょっとぷっくりするように削っています。ただそんなには削りすぎないように気をつけています。そしてあとはもうちょっとここの彫りを深くしてあげたいなと思うのと、全体的にまだ線がガタガタなので、それをきれいにしてあげたいと思います。はい、どうですかね。ちょっと下唇をぷっくりさせてあげて、お花の形とかももっとはっきりさせてあげたりしましたが、個人的には結構ナチュラルにできたんじゃないかなと思っています。どうですかね。本当に表面をこすった程度なので、でも自然な感じでちょっと逆に大人っぽくなったと思っています。やっぱね、自分で削るとやっぱ自分の好みが出ますし、手作り感とか高級感が出てめちゃくちゃいい感じになっていると思います。はい、今回の動画はピオニーちゃんのお顔を削ってみました。次回はね、また新しいメイクとかしてあげたいなと思っているので、ぜひぜひ見てください。本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。